こういうお金っていうテーマでは今まで話をしたことがおそらくなかったと思うんだけど、これは結構すごく高度な話だと思うんです。もう半分ぐらいテレパシーで話してるんじゃないかなっていうぐらい、エネルギーって聞いてもらうと、今これ聞きながらもう体感していきましょう。皆さんこんにちは。今日はね、珍しくお金についての話をするみたいで、こういうお金っていうテーマでは今まで話をしたことがおそらくなかったと思うんだけどね、まさかそんなテーマでピンポイントでそんなテーマで話すとはっていう感じなんですけど、ちょっと話していきますね。そうね、なんかこの話をしようとするとっていうか、こう数日前にこの話がこう降りてきた時に、この話は YouTube でした方がいいんだなっていうのは直感的に思ったんだけど、なんかその話をしようとするとすごいなんかエゴの抵抗がすごいっていうか、私の中でのエゴの抵抗もすごいし、なんていうのかな、なんか集合意識からのエゴの抵抗もすごい感じがしたっていうか、そうだからこれの話なんかするの大変って言ったなっていうか、なんか話せる時あるんかな、どうなんだろうなって思ってたんですけど、今日すごい久しぶりにずっと休みしてた個人セッションを今日久しぶりに再開して、久しぶりにやったんですよ。そしたらやっぱりすごいなんかエネルギーがやっぱりこう回線が通ったというかあ、これ話すの今だと思って、今だったら話せるかもと思って話していくんですけど、ドキドキ上手に話せるかな。じゃあいきますね。これは結構すごく高度な話だと思うんです。もう言葉で聞いても、言葉だけで聞いてもおそらくあんまりピンとこない話だと思うんですけど、逆にもう半分ぐらいテレパシーで話してるんじゃないかなっていうぐらい、エネルギーって聞いてもらうとすごく体感としてすぐに掴んでもらえる話みたいなんですね。そうだからなんかこう一緒にこんなやったことないけど、動画でなんかちょっと一緒にエネルギー今これ聞きながらもう体感していきましょうっていう感じで来ております。でまず私の動画新しく登録してくれた方すごくいっぱいいらっしゃると思うんですけど、それってなんか前回の後ろの世界を感じるっていう動画が結構たくさんの方に見てもらって、それで私のこと知っていただいた方も、その前から知ってくださってる方もいると思うんですけど、ちょっとこれがこの感覚がこの話の基礎前提になるんだって。でももしまだこの動画で初めて私のこと知ったよっていう方、ちょっと一本前のアセンションっていうサムネに書いてある動画をちょっとチェックしてから戻ってきてもらった方が分かりやすいかもしれない。でも一応おさらいすると、よくこう自分っていうなんていうかな、全てあるって言葉ってなんかよく聞きません？潜在意識回とか、なんかそういう、例えばスピリチュアルなこととか勉強してたりすると、もうすでに全てある。すでに全て持ってる。実はね、自分は。そう。っていう言葉ってよく聞くと思うんだけど、それって言葉だけで聞いてもなんか何のこっちゃわかんないっていう感じだったと思うんですけど、実はそれっていうのは、前側の現実の世界じゃなくて、後ろ側にあるんだよっていう、その後ろ側にあったこの後ろ側にあったこの全てあるっていう世界をエネルギーでみんなすぐ感じれるっていうワークってことでもないよね別に。こう手挙げてみると前の世界を感じるとちょっと詰まった感じがする。
目に見える現実の。これもうさ、私二度と同じ話できないんですよ。二度と同じ話できないの。だからやっぱ一本前の動画を見てもらった方がいい。同じ話しようと思ったらもうダメだ。できない。できないから見てください。そう。だけど、とりあえずこの後ろ側の世界っていうのを感じると全てあるとか、もう無限の豊かさとかさ、そういうのをもう体感で感じれるのよ。もう、まあでもこれもすごい話だよね。もうこれさ、みんな当たり前にさ、ここにあるじゃんっていうのがさ、わかる人がめちゃくちゃ増えたっていうのはすごいことだと思うんですけど、でもそれがもうみんな、今それが分かってる人が見てくれてるかなって思うんですけど、そう。で、それをね、基礎として話をすると、いくね。お金の、お金をね、受け取るのが苦手な人って結構いると思うんですよ。お金を受け取るのが苦手。何かを受け取るっていうのが苦手な人って結構多いと思うんですよね。私も結構苦手だったかも。お金を受け取るっていうのは。でもさ、お金をさ、払うっていうのが苦手っていう、お金をだから払う、お金を出す、お金を支払うっていうことだったりとかが、怖いとか苦手っていう人も分かっちゃいるけど、多分この動画見てる人ってさ、もう分かっちゃいるけどって感じだと思うの。そう。分かっちゃいるけど、でもやっぱりまだ怖いなとか、でもやっぱりなんかこう、貯金減るの怖いなとかさ、なんか、分かっちゃいるけどっていう感じだと思うんですよね。そして、例えばさ、個人でさ、仕事してる人とかだとさ、お客さんとかクライアントさんからお金をもらうことに対して罪悪感を感じてしまうとか、なんかこう、受け取る、まあそれはさ、お金だけじゃなくてさ、なんていうのかな、人からの愛だったりとか、助けだったりとか、そういうのを助けてもらうことを、なんか受け取るっていうのが苦手な人だったり、だからそこってさ、結構罪悪感っていうのがさ、こう付きまとってくる、あの、ジャンルだと思うの、そこって。あとお金を使うことに対しては、不安とか恐怖だよね。なんかさ、不安、恐怖、罪悪感とかさ、そういうのってさ、結構さ、お金のことに関してって、結構持ってる人が自分だけって思っちゃうじゃん、そういうことって。でも、みんなそうだから。みんなそう。まあ、さ、こういう仕事してるとさ、まあ、個人セッションとかいろんなとこで相談を受けたりしてるの聞いてても、まあそうだし、そうだな。すごく成功して、すごくお金を持って、物理的な金額をね、すごく持ってる人でも、あんまりそれって関係なくって、関係ないと思うの。持ってる金額の、じゃないんだよね。たくさん持ってたとしても、その額が増えれば増えるほど、その自分の中にある不安とかを、恐れとか罪悪感っていうのがさ、そことお金と紐づいちゃってたりするとっていうか、もともとそういうのがあるとさ、お金のさ、出入りの額が増えてもさ、結局変わんないわけ、それって。ことを変えてとか、もっと規模感が大きくなって、もっと恐れが大きくなる人もいるし、そうそう、あんまそこって関係ないなと思うんだよね。だからお金持ちになったら、物理的にお金があったら、そういう不安ってなくなるんだろうって思ってたりとかするけど、意外と関係ないっていうのが、この私はすごく思ってることなんですけど、そう。だから結構この話っていうのは、今、今ちょうど撮ってるのが3月17日なんですけど、だからちょうど春分前、そうだね、春分、そう前、なんかこの時期に多分すごく、ここが、感覚が切り替わると、すごく大きなシフトが起きる人がいるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと前置きが長くなっちゃったんだけど。そう。で、もうじゃあ担当直入に行きますね。そう。だからその受け取るとかさ、に罪悪感がある人に向けてね。ね、こういう話し方動画でしたことないんだけど、もうすごくシンプルに言いますね。お金をね、この後ろ側に
あるでしょ。もうこの体で話す。後ろ側にこの全てあるっていうエネルギーってもうみんな多分感じれると思うんだけど、ここにあるなっていう。すごい絶対的な安心感、無限の豊かさ、全てあるの領域っていうのがここにあって、お金を相手に払うとき、お金を使うときっていうのは、ここからイメージの中でね、ここから取って相手に渡すの。ここから取って相手に支払うの。ここから取って振り込むの。ここにエネルギーを置いて、ここから支払うの、相手に。相手がいるとしたらさ、ここから取って、後ろから取ってくるのは後ろなのね。取ってくるのは後ろなんだけど、渡すときには相手の手にこう渡すイメージ。人間の相手に、ここから取って人間の相手に、はいどうぞって渡す。そして、これ今半分ぐらいテレパシーで話してるからね。そのエネルギーで聞いてほしいんですけど、エネルギーを、このエネルギーを感じながら聞いてほしいんだけど、そして次、相手からお金をもらう場合っていうのは、今これ、イメージの中での、ちょっとイメージしやすくしてもらうために、今さ、支払ったお金渡した相手がいるとするじゃん。そう。今度お金もらうときさ、相手のお金を支払ってもらう。自分がこのお金をもらうときっていうのはね、相手の、また、後ろ側からもらうの。相手の手に渡したお金をこうやってもらうっていうエネルギーの使い方、感じ方じゃなくて、後ろから取って相手に渡す。で、この手に乗ってるお金を自分がもらうんじゃなくて、今度相手の後ろからお金をもらうっていう感じ。相手の後ろから人間としての私がお金をもらう。もう一回いくね。渡すときは後ろから取って相手の手に渡す。次は相手の後ろから自分の手にお金をもらう。後ろから取って渡す。で、今度手に渡したら相手の後ろからもらう。相手の後ろ側にある無限の豊かさのところからお金をもらう。この感覚今ちょっと感じられました？相手の今まで受け取るのが苦手だった人って、相手のこの手に持ってるこのお金をもらうっていう感じだと、すごくね、抵抗が生まれやすいわけ。自分の手の中にあるお金から、はい。で、そっちからも、はいっていう。この人間と人間のやりとりで、お金のやり取りをしてたりとか、そう。わかりやすくもうお金でいくね、今日はじゃあ。お金のやり取りしてると、ここでやるとさ、なんかさ、罪悪感とか抵抗とか、なんか、不安、恐れとか、それがさ、発生しやすいんだよ。発生しやすいの。でもめちゃくちゃシンプルに言ってるんだけど、めちゃくちゃシンプルに言って、もう人間と人間の手と手にあるこのお金だけでこうやってやり取りしてると、その不安とか恐れとか罪悪感が生まれやすいんだけど、大きく使い方を変えます。皆さんの感覚をちょっとアップデートするんですけど、もう一回いくね。これ何回もちょっと練習のつもりでちょっと何回も今一緒に感じてみてほしいから、この感覚つかむまで。後ろから取って相手に渡す。そしてもらうときは相手の後ろから取ってもらう。もう相手の顔見ない。相手の後ろから。これイメージの中でね。相手の顔を見てこうやってもらうんじゃなくて、相手の後ろからもらう。相手の無限の豊かさからもらう。はい、また今度後ろ出すときは自分の後ろから相手の手に渡す。その時は相手の顔を見ていいの。相手の顔を見て、はい、どうぞっていう感じ。ありがとうございますっていう感じ。だけどもらう時っていうのは相手の
顔じゃなくて後ろ側から取ってきてもらう。それでありがとうございます。相手の後ろ側に向かってありがとうございます。そういう感じ。これさ、すっごい変な話してるようだけどさ、すっごいこれさ、腑に落ちる人絶対多いんだよ、今これ。これ、ちょっと感じれました？感じれた？全然違うでしょ？この人間対人間で、この手に持ってるお金、このお金どうしよう。じゃあ、この画面の向こうで今見てくれてる方にと一緒にちょっとやってみますね。じゃあちょっと私、今見てくれてるあなた様に、あなた様がなんか、ビジネスしてるとするよね。じゃあお金払いますね。払います。私の後ろ側からお金払います。はい、これ受け取ってください。手で受け取ってください。持ってきたお金。はい、受け取ってください。ありがとうございます。このありがとうございますっていうのは私が、あなた様に向かってありがとうございますって言ってるってことね。そちらの、あなた様も一緒にありがとうございますって言ってもらってください。はい。はい、ありがとうございますっていう感じ。ありがとうございます。はい、渡しました。そしたら、じゃあ、あなたが、今度じゃあ練習で自分の後ろ側から私にお金を払ってみてください。はい。はい、ありがとうございます。はい、そしてまた私が、はい、はい、ありがとうございます。で、今度私もらいますね。あなたの後ろからお金もらいます。もらってきます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、あげます。あげます。あげます。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、もらいます。はい、ありがとうございます。こうやってやってると、後ろから渡します。後ろからもらえます。後ろから渡します。後ろからもらえますってやってると、こうやって、だんだん、無限大のマークみたいになってくるの分かります？エネルギーの流れが。こういう感じで。分かりやすく言ったらね。こういうさ、無限大のマーク。こういう感じで、無限大のマークみたいなエネルギーの流れになってくるの。これが無限の豊かさの循環のエネルギーを今作りました。無限の豊かさの循環のエネルギーの流れを今作ったんです。というか、こういうもらい方、渡し方、受け取り方、こういう受け取り方とこういう支払い方をすると、無限の豊かさのエネルギー循環になるんです。以上みたいな感じ。これさ、わかってくれも、感じれました？ちょっと今日この話してて、今まで動画撮った時に感じたことない感覚になったんだけど、ちょっとどうだろうか。本当にさ、言葉だけで聞いたらわけわからないよね。これ言葉だけでしかもし理解できなかったら、今は理解しなくていいと思う。だけど、うわ、これじゃん。この循環じゃん。このエネルギーの使い方じゃんつって、あってなった人は、よかった、伝えられて。っていう感じ。よかった。この時期にこれを伝えられてよかったっていう感じ。私はね、この話がこう降りてきた時に、わーってすごい思った。これじゃんって思って。だからその後ろの世界をさ、感じてさ、ここ全てがあるね。全てがある。無限の豊かさとか全てがあるっていう領域。ここの感覚に身を置いてれば、めっちゃ安心じゃんっていうのが、前回までのところね。めっちゃ安心じゃんっていう感じだと思うんだけど、でも、
多くの人はやっぱり私も含めね、ずっとここに感覚にいるって24時間365日、今後一生ずっとここの感覚にいるってやっぱり無理なの。だって肉体を持ってるし、肉体を持ってる以上、やっぱり難しいのね。だけど、今までは現実がもうこれがリアルって思ってたとこから、いや、こっちがリアルじゃんっていうことを感覚的に分かってて、帰るべき家はこっちじゃんっていう。こっちの現実に、現実で過ごす時間があったとしても、でも結局帰る家はこっちじゃんっていうのを分かってるのと分かってないの、知ってるのと知らないのでは全然大違いだから、これをまず知っておいて、一日の最後にはこっちに帰ろうみたいな感覚があるぐらいで十分なの。だからこっちにもう入れない、こっちの感覚体感しちゃうとさ、こっちに戻れない時めっちゃさ、なんでもう今全然戻れてないとかさ、そういう風に思っちゃうのも違うっていうか、現実はどっちがいい悪いじゃないかさ、現実は現実っていうもの、それを体験しに来てるところもあるし、でももう現実どっぷりもいいやって思ってきてる人が多いから、だからこっちの世界っていうのが本当だよっていう情報が降りてきてるんだけど、でもここにずっといなきゃいけないっていうわけでもないからね。戻る家がこっちだってことを知っとくことが大事。そして、こっちの世界に、戻ること、こっちの世界に居続けることが執着になってしまってもいけないから。そう。どっちでもいいや。でもいつでも戻れるって思ってて。戻れないときは戻れないで何か、そういう、それもまた、自然なプロセスの一環なんだろうっていう。だから大事なのはさ、全てが、全て完璧とか、全てがさ、全て必要な流れだって思って、こっちの世界に居続けることに対しての執着も手放すってとこまでいけたらさ、のが大事っていうか、ちょっとすごい悟りの話になっちゃうんだけど、そうすると。そう。だからさ、戻ることがね、大事だよっていう。知っとくことが大事だよっていう話で、何の話だっけ？そう。とにかくさ、何の話だっけ？わかんなくなっちゃった。そう。とにかく、そう。でも、応用だよね。今日の話は。だから、この話が分かると、わかったぞ。だから、この話が分かると、今の肉体あるじゃん？物質世界に生きてるじゃん。だから、お金のやり取りとか、そういうのって絶対発生するじゃん。そう。だから、現実世界で、物質世界で、この無限の豊かさのエネルギーを使いながら、その循環で生きていくっていう、もう一歩進んだレベルの話っていうか、多分それを今日伝えたっていう感じ。そう。現実にいながらにして、この全てあるの領域を使いこなすっていうのかな。新たなエネルギーの使い方だよね。の話。だからそれもさ、もう全てあるっていうのを感じれたらさ、めっちゃ安心じゃんって思う人いっぱいいると思うんだけど、その安心のもう一段階上だよね。人間がなかなか抜け出せなかったお金とか、そういうことに対しての罪悪感、不安、恐れ、執着、そこを一気に超えていくっていうのが今のこの無限の豊かさの循環のエネルギー。こういう流れを作って、お金のやり取りとか、人からの、だからお金もエネルギーじゃん。愛もエネルギーじゃん。それをだから受け取ったり、渡したり、受け取ったり、手放したり、受け取ったり、その循環っていうののエネルギーの使い方、新しいエネルギーの使い方っていうのを今日お話ししたっていう感じ。それっていうのは、後ろから渡す。後ろから渡す。後ろからもらう。後ろから渡す。後ろからもらう。後ろから渡す。後ろからもらうっていうのをやってると、それっていうのは、この無限の、
これメビウスの輪っていうメビウスの輪っていうんだっけ、この無限大のマークね。メビウスの輪っていうの？でもメビウスの輪ってわかんない。このなんか無限の輪、このエネルギー、まあだからこれが無限の豊かさのっていうことなんだって。無限の豊かさの循環、無限の豊かさの循環なんですって。どうでしたでしょうか？ピンときましたか？もうこれ半分テレパシーです。もうこれエネルギーで感じてください。ほんと。いやー、でもさ、この話聞いてわーってすごいさ、エネルギー動く人多いんじゃないね。そういう感じがするの。だってさ、この話を聞かれたくないわけよ。みんな一人一人のエゴが、集合意識もそうだけど、エゴからすると聞かれたくない話なんだよ、これって。そう。だからなんかそのなんか、うわーっていうなんかね、変なエネルギーをね、感じるんだわ、この話をしてて。でもなんか話せてよかった。危うくそれに負けて話せないかなって思ってたけど、数日。話せてよかった。です。ありがとうございます。